来週どこ行く？木の実ウィークの準備と今後のイベントスケジュール。ジャスパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？スプリングフェス2026楽しまれておりますでしょうか？いよいよ5月にも突入しましたが、来月6月にはラティオスリサーチが来ることが公式に明言されておりますので、木の実ウィークもさることながらラティオスリサーチなどに向けた準備も考えていきたいと思います。それでは参ります。ということで、まず最初に来週の予定を確認してから、木の実ウィークやラティオスリサーチに向けた準備を考えていきたいと思います。ってことで、まずは来週の予定から。来週は、特に何もない1週間となります。イベントキャンペーンもグッドスリープデーやニュームーンデーも特に何もない1週間です。ゴールデンウィークなので仕事にせよ休日にせよ予定が詰まっているという方も多いかなと思うので、むしろありがたいまでありそうなんですが、チゴラス追加に伴ってアップデートが入る可能性はあるんじゃないかなと思ってます。まあ最近データ更新とかで色々と追加できているっぽいので、運営さんもゴールデンウィークはお休みできるんでしょうかね。で、ニュームーンデーも次回からはダークライが全フィールドに出現してくれるので、まあ何かしらアップデートは入るかもしれないってことで頭の片隅に置いておきましょう。また、オンラインアンケートが5月14日までとなっております。200スリープポイントもらえるやつですね。これも余裕のあるうちに答えておくといいんじゃないかなと思います。ってことで来週は基本的には特に何もない1週間となりますので、木の実ウィークに向けた準備やラティオスリサーチなど今後のイベントに備えて動いておくのが良さそうです。ってことでどんな準備をしておくといいのか、今後のイベントを予想しつつ考えていきたいと思います。直近で来そうなイベント、こんな感じかなと思います。木の実ウィーク2、ラティオス前ウィーク、ラティオスリサーチ、カレーフェス、そしてそれらに付随してミニアメブースト。この5つの要素を軸に考えていきたいなと思います。ってことでまず今後のイベントスケジュールなんですが、だいたいこんな感じになってるんじゃないかなと考えてます。木の実ウィークがあって、ラティオス前キャンペーンがあって、ラティオス本番があって、カレー 1.5 倍のサマーフェスかなんかがあって、放園ピックアップのもうすぐ3周年キャンペーンがあって、3周年フェスがあると。今から3ヶ月間のイベントスケジュール、まあ大体こんなもんかなと。ラティオスの前にもしかしたらサマーフェスが入ったりとか、何かのキャンペーンが間隔を空けずに詰めてきたりとか、そういうことはあるんじゃないかなと思ってるんですが、おおむねこうなんじゃないかなと考えてます。で、周年イベントも昨年同様のお祝いフラワーとかがあれば、若草 EX で夢のかけらごっつり稼ぎたいよねとかいろいろあると思うんですが、とりあえずカレーフェスまでの期間が準備という点では重要になってくるかなと思うので、木の実ウィーク、ラティオス前ウィーク、ラティオス本番、カレーフェス、そしてミニアメブースト、これらに対してどんな準備を考えたらいいのか、これを考えていきたいと思います。ってことでまずミニアメブーストから考えていきたいと思います。ミニアメブースト、木の実ウィークとラティオス前ウィークであるんじゃないかと予想しています。まあ、木の実ウィークは確定しているんですが、これまでの伝説前ウィークでは、〇〇タイプウィークだったとしても、ピックアップウィークだったとしても、ミニアメブーストがついていました。で、この2回のミニアメブーストが終わると、次が3周年フェスまではないかもしれないので、先々を見据えて誰を育成するのか、厳選するのか、先に意識しておいて、来週のフィールド選びから活かしてもらえたらなと思います。もちろんラティオスリサーチに向けて育成するのもいいでしょうし、カレーフェスに向けて食材系のポケモンを育成していくのもいいかと思います。もうちょっと先で考えるとシアン EX なんて選択肢もあるんじゃないかと思うんですが、まあラティオスリサーチかカレーフェスがとりあえず考えやすいんじゃないかなと思いますね。そこを中心に育成したいポケモン、厳選したいポケモン、フィールドボーナスを上げておきたい場所などを考えていくと考えやすいのかなと思います。ってことで、もしかするともう今月ドドンと2回連続で来るかもしれないミニアメブースト。これを意識して各キャンペーンや何もない週考えていきましょう。ってことでお次、木の実ウィークについて。木の実ウィークはまずぶっちゃけ準備することってあんまりないんじゃないかなと思ってます。割といつも通り食材を貯めて、人によってはお手伝いブーストを貯めて、人によっては木の実のポケモンを育成して挑む。そんな感じになるかと思います。なので木の実ウィークで考えたいことって基本的に本番における厳選なんじゃないかなと思うんですよね。
で、木の実のポケモンがピックアップされるので、重要視すべきはカレーフェスではなく、ラティオスリサーチの方になるかなと思ってます。ラティオスリサーチで活躍しそうなポケモンをゲットして、アメブーストで育成するとかまでできたら最高ですよね。で、ラティオスリサーチがラティアスと同じフィールドで開催されるのであれば、木の実ガチャのある若草は不安定なんですが、ラピスラズリコハンの草エスパー格闘、チコリータ、キモリ、ムンナネイティ、マンキー、アチャモ、アンバー渓谷の虫毒ドラゴン、キャタピー、アーボ、チルットタツベイ、このあたりが注目のポケモンになるかもしれません。結構いますね。で、新登場のチゴラスは直近のイベントのためにゲットするという感じにはならないかもしれないので、よりラティオスを重視するのであれば、出現しないフィールドに行っちゃうとか、ラピスのフィールドボーナスを上げに行くとかもありかもしれませんね。チゴラスね、さすがに木の実バーストのポケモンだと思うんですけど、どんなステータスになるでしょうかね。ってことで、木の実ウィークでは基本的にはいつも通りの準備をして誰を厳選したいのか考えてみてください。そんな木の実ウィークでした。お次、ラティオス前ウィーク。木の実ウィークでチゴラスが追加されるんですが、通例だと伝説前ウィークでも毎回新ポケモンが登場しているので、ここでも新ポケモンの追加があるかもしれません。ってことで、まず最初にサブレのリソース的なところはちょっと頭の片隅に置いておいても良さそうです。もしね、こちらもラティアス前のポケモンピックアップウィークだった場合は、チャンス1匹確定のキャンペーンとなるかもしれません。で、スプリングフェスもチャンス確定キャンペーンなので、無課金的には今月サブレがなかなか飛んでいきますね。で、厳選面については、さすがにラティオスと相性のいいポケモンが追加されることと思いたいんですが、オンバーンがラティアスと相性が良かったかについては賛否あるかと思いますし、本番までに育成が間に合わないということも多いんじゃないかなと思うので、基本的には来週、そして木の実ウィーク、そしてその次の週まででゲットしたポケモンをアメブーストできるものだと思っておく方がいいんじゃないかなと思います。ラティオス前ウィークはどんなキャンペーンになるでしょうかね。ラティアスがスキル。で、今料理キャンペーンやってて、次に木の実ウィークが来るということで、なんだかんだバランスよく来ているので、一周回ってまたスキルになるんですかメインスキルの種足りなくなりそうすぎません？もしね、スキル読みで行くのであれば、木の実ウィークでは木盛り狙いとかが熱いのかもしれませんね。どうなんでしょうね。同じイベント内容にしてくると思いますそんなわけで、このあたりからはラティオス本番のための厳選というよりは、カレーフェスに向けてとか、3周年フェスのミニアメブーストに向けてとかシフトしていく感じかもしれませんね。といった何が来るかまだわからないラティオス前ウィークでした。お次、ラティオスリサーチ。こちらは6月開催であることが確定しています。あとはタイミングがどうなるのかですね。何のポケモンが活躍するのかも全部予想しないといけないので、全部外すと悲しいことになっちゃうんですが、さすがに若草本島と若草 EX は開催フィールドになるかと思いますし、ラティアス同様、ラピスとアンバーは可能性高いんじゃないかなと思ってます。で、準備できることというと、ラティアスを育成する、ラピスアンバーで活躍できそうなポケモンを育成する、各種フィールドのフィールドボーナスを上げるとかになってくるんじゃないかなと思います。ラティアスが活躍するっぽいことがほのめかされてたと思うんですけど、ほなスキル系のイベントですか活躍がね、ラティオスを呼びに行っただけという可能性もあるので、ここもまだまだ謎ですね。なお、ラティアスリサーチでは、イベント2周目のスキルポケモンに対する木の実プラス1個が強すぎたっぽくて、若草 EX のマスター20報告も結構な数目にしております。木の実ガチャを通過できた方しかたどり着けていないとは思うんですけれども、若草 EX はね、イベントのボーナスの兼ね合いで EX ボーナスがカビゴンの好みの木の実エナジー2倍ではなく 2.4 倍に固定されそうな気もするので、もしここでマスター20チャレンジしてみようかなという方は EX のフィールドボーナスを上げておくというのが堅実かもしれません堅実とは一体そんな感じですね。
なお、3周年フェスで昨年同様お祝いフラワーなんかがあれば夢のかけら 2.5 倍とかもやれないこともないと思うので、そのタイミングをリソース補給の手段として考えておくのであれば、それもまた EX のフィールドボーナス上げはいい候補になるのかなとは思います。ミニアメブーストでも結構使いそうですし、多分ね、そろそろリサーチランクの上限解放も来るんじゃないかなと思ってるので、いわゆる年金生活の受給ランク引き上げにも備えておきたいところですね。なんだかんだね、次のフィールドの鍋拡張もじわじわ迫ってきてそうなんですけど、次のフィールドってマジでいつ来るんでしょうかね。願うの目標をクリアした時にネロリさんがいつもみたいに次のフィールドの準備をしておくね的なことを言わなかったので、ここもちょっと謎なんですよね。そんなどんな中身になるのか予想しながら準備していきたいラティオスリサーチでした。こんなキャンペーンになるんじゃないかという予想があればぜひコメントでお聞かせください。さあ、そして最後にカレーフェス参りましょう。ここではおそらく新カレーが追加されて、何かしらの新カレーに関するポケモンが追加されることになるかと思います。一応これまでのカレーフェス、サマーフェスは虫、水、飛行タイプがピックアップされるキャンペーンでしたね。昨年はカモネギ、一昨年はでした。で、カレーフェスに関してはスプリングフェス同様、1年のうちでも最もエナジーの稼ぎやすい1週間になるかと思うので、各フィールドのマスター20チャレンジなんかで有効なタイミングとなるかと思います。そこに向けて、例えば現在最強のカレーレシピ、新緑アボカドグラタンに必要な食材を集められるポケモンを育成しておこうとか、レベル60にしようとか、イワパレスのスキルレベルをマックスにしようとか、あとはシンプルにグラタンのレシピレベルを上げておこうとか、あとは目標フィールドのフィールドボーナス上げもお忘れなく、といった準備が有効かなと思います。一応ね、この動画で次のカレーがどうなるのかという予想もしてまして、コメントでも多くの予想を頂戴しているので、ぜひ合わせてご覧ください。ここで生姜が使われなかった場合、次のフィールドが悪タイプのフィールドになると予想しております。なお、ポケモンスリープの予想はなかなか当たりません。よろしくお願いします。そんなマスター20チャレンジや次のカレーに必要そうな食材のポケモンの育成など考えてみてください。カレーフェスでした。ということで、アメブースト含む5つの要素について見てきたんですが、いかがでしたでしょうか。そこそこ長くなったかなと思うので、まとめていきたいと思います。まず、重要になってくるのがミニアメブーストだと思っています。木の実ウィークとラティオス前ウィークで2回使えるものと考えています。そこでどんなポケモンを育成したいのか、特にラティオスリサーチ本番やカレーフェスを考慮して、来週、そして木の実ウィーク、そしてさらにその次の週の3週間のフィールドをなんとなく予定しておくといいんじゃないかと思います。新ポケモンの登場フィールドとかで予定も崩れちゃうんじゃないかとは思うんですが、ひとまず来週は何もキャンペーンのない週となりますので、各々狙いのポケモンをゲットしに行きましょう。雨集めも大切かなと思います。そして木の実ウィークの準備というところについては基本的にはいつも通りかなと思いますので、スプリングフェスで使い込んだ食材たちをため直して挑んでもらえたらなと思います。他にもね、準備しておいた方が良さそうなことや何か見落としていることなど思いついたことあれば、ぜひ何でもお教えください。よろしくお願いいたします。そんな木の実ウィークの準備と今後のイベントスケジュールでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。マジで力もらえてます。それではスプリングフェスも最後まで楽しんでいきましょう。私はアンバーマスター20チャレンジ、かなり怪しい状況になっております。かぼちゃ厳選もね、うまくいってなかったりとかするので、最後まで素敵な出会いがあることを祈っていきましょう。今日も来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。みんな大成功しまくれ。